はい、今回はこの方の投ダウンをどのようにして直したかというのを説明したいと思います。こちらの図を見ると、このようにグリップが浮き上がって投ダウンしていることがわかります。この黄色いラインは同じ角度ですが、こちらのアフターではグリップが低い位置にあって投ダウンしていないことがわかると思います。この変化を生むためにしたことは、決してこの形を練習したわけでもなく、例えばこのプリインパクトの位置でのグリップの位置の違いを見ると、こちらは外に飛び出して浮き上がっていますが、こちらは体の近くにあって浮き上がっていません。だからといって、例えばこの浮き上がらない位置に何か障害物を置いて、それに当たらないようにスイングをする、練習をするとか、そういったことをしたわけでもありません。やったことは実は動きを逆にするということだったのです。どういうことかというと、まずビフォアのクラブの動きを見てみると、このようにかなりアウトに上がっているのがわかると思います。アウトに上がってかなりシャットになっています。そして高いトップから下ろしてきますが、この位置でフェースが開いているのがわかると思います。そしてテイクバックの位置よりもインサイドから降りているのがわかると思います。つまりこの方のスイングはバックスイングでフェースを閉じておきながら外に上げて、ダウンスイングではフェースが開きながらインサイドから降りてくる。そのような意識でスイングしていました。現実にはこのようにアウトから降りてきてはいるんですが、ご本人の意識としては外目に上げていってインサイドから降りてくると。そういう意識でスイングをしていたわけです。一方、こちらのレッスン5の方では、まずバックスイングでフェースを開いていく。どんどんフェースを開いていくには腕をこちらへローテーションさせていく必要がありますから、このようにトップがフラットになって、そしてダウンスイングではフェースを閉じていく。つまりフェースを開いて閉じていくという動きを意識していただいているということが一つ。もう一つは、この画像だけを見るとこのようにアウトに上がっているんですけれども、レッスン前のヘッドの位置に比べるとかなりインサイド方向に上がっています。実はレッスン後の方はどちらかというとインサイドに上げてアウトサイドから振る、インに上げて外から戻すぐらいの意識でスイングしてもらったということがあります。つまりレッスン後はフェースは開いて閉じる、ヘッド軌道はインに上げてアウトから下ろす、レッスン前はフェースは閉じておいてダウンで開く、ヘッド軌道はアウトに上げてインから下ろすというような全く逆の意識でスイングしてもらいました。この全く逆の意識がダウンスイングでオンプレーに降りてきて投ダウンしないという結果につながったということです。こちらのレッスン前の方は実はインパクトでも少しフェースが開いています。こっちはスクエアになっています。つまりこのようにフェースが開くので、ですからバックスイングではフェースを閉じておきたい、できるだけ閉じておきたいというような意識が働いていたということがあるかもしれません。もちろん単純にこのトップの形だけを見ればこれ自体は決してそれほど悪いトップではないんですけれども、例えばプロのような体力があればこの位置からでもオンプレーンにフェースを閉じて振っていくということができます。しかし、現状このスイングからそのスイングにすぐに変えるということはなかなか難しいので、まずは正しいヘッド軌道で正しいフェースの動きでインパクトするのがどういう感覚かというのをつかむということが重要ですから、その感覚をつかむためにこちらのようなスイングに変えていただいたということです。はい、それではここで皆さんに知っておいてほしい重要なことがあるので説明します。もしこのことを知らないと大変な時間やお金、そして労力の損をしてしまいますので、ぜひ最後まで見てくださいね。今回のこの方の場合、バックスイングでこのようにアウトにシャットに上げていき、ダウンスイングでは本人的にはインサイドから入れたいんですけれども、インサイドから入らずにアウトサイドからこのように振る結果となっていました。このダウンスイングでの軌道だけを見ると、このように凸型に湾曲した軌道をとっていますから、クラブを立てて前に倒しているのが問題だと。ですからもっとクラブを寝かせてインサイドから振っていかなければいけないと。そのように考える人が多いと思うんですけれども、実はこの方のスイングは決してクラブを立てて振っているのではありません。実はこのダウンスイングというのはクラブが寝て降りてきているんです。寝て降りてきているからクラブフェースが徐々に開いていくわけです。
特にこの辺りからの動きを見ると分かってもらえる方もいるかもしれませんが、この辺りからインパクトにかけてこのようにクラブが寝るからグリップが持ち上げられてクラブが下に落ちるので、ですからこのように登壇をしてフェースが開いたということになっているわけです。こちらのレッスン後の映像を見ると、クラブヘッドが一直線にトップの位置からまっすぐ降りてきているのが分かります。そしてクラブフェースは徐々に閉じています。クラブフェースが徐々に閉じるということはクラブが立ってきているということになります。もちろん手先を使って閉じるとか開くということの動きを混ぜてしまうと話がやや複雑になるんですけれども、この方の場合手先でフェースを閉じるとか開くとかそういうことをしていません。ですから動きでフェースの動きを作っているので、ですからこのようにフェースが閉じているということはクラブが立ってきている。しかもこのように直線的に降りるということはクラブが下に落ちようとする力、重力の力とバランスを保って振っているから、ですからクラブが立てて触れているということになりますし、このように直線的に触れるという直線的にオンプレーに触れるということはクラブを立てて触れているからということになります。このようにクラブを立てて振るということを誤解してダウンスイングで自分はクラブを立てて振っているのが問題なのでクラブを寝かせて振るということをしてしまいますと、その後インサイドから振っていく段階でシャンクやあるいはチーピンというかなり深刻で直すのが難しい現象に悩まされるということになる可能性が非常に高いということです。ですから正しく判断して練習しないと計り知れないほどの時間や練習量、そしてお金というものを損してしまいますので、ぜひその点をよく理解して今回の動画を参考に練習してみてください。今回の動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をお願いします。